なんていうの、すくい投げというかね、本当力強さが見れましたし、あとは霧島高安元大関陣、ここがねどういうふうに後半、相撲を取っていくのかなという楽しみかなと。隆の勝もねやはり立ち合いいいですよね、いっぱい負けましたがね、相撲はいいです、あとはねもうどんどんで後半戦上位と当たっていく力士、下位の力士がどういうふうに相撲を取っていくのかなというのがポイントかなと思うんですけども、今場所入りの様子ご覧いただいていますエディオンアリーナ大阪です。先ほどは地元大阪出身豪ノ山、それからこちらは高安です。高安実は今日霧島と当たるんですね。そうですね、この一番としてはね両力士ね大関に戻りたいという力士なので、そういう点では負けられない大切な一番だっていうのは本人が分かってると思うんですよ。そうですね、本当にこれが豊昇龍でありますが、高安はね毎年この3月っていうのは結構調子がいいんですよね。春場所、後半戦ですよ。大いに期待がかかりますね。いやその留学の経験があるということで、中国語もお話になるんですよね。はい、喋ります。何カ国語ですか、お話できるのは。日本語、英語、中国語をメインに話すんですけど、他にも大学こっちは日本語で手一杯ですからね。もう一校でね十分という感じです。清野さんはそんなことない。いやさあ時間です。それでは取り組みを見ましょう。御嶽海大青山です。左が覗いています。右から押っつけの大青山、頭をつけている、引いた御嶽海、はたき込み、御嶽海の勝ちです。足が揃っちゃってますよね。無理にね頭下げてるんで、今日アクションいきますね、しょっぱなからだけど。はい、お兄ちゃんの手が上がりました。アクション解説。頭からね大青山だけど頭を下ろすのはいいんですよ。体大きいのに今日はね落とされないように前に行くね、負けないように行くんですけども、足がね揃っちゃってるの。足が揃っちゃってるんで大きい体でいい立ち合いしてるんだけど、当たりがない分一歩足が前に出てないので揃ってるのであるんですけど、人それぞれで柔らかすぎるのもよくない、開脚をしすぎないようにちょっと自分のポイントでバネを残してる。ちょっとあれもう今答えちゃってすいません。でもまさにフィギュアスケートと同じでした。本当ですか。やはりストレッチとかもうやりすぎないようにするんですか。自分のちょうどいい塩梅。同じですね。共通点があって。動きのある相撲を取ります。さあ土俵上待ったなしの声。錦富士と琴恵光の対戦。張っていきました。右四つ、左上手を引きました錦富士。ただ一枚伸びています。琴恵光も左上手、右四つは琴恵光の形。出ていく錦富士、寄る投げの打ち合い、上手投げ、琴恵光の勝ち。反対四つだったからね、錦富士は、左四つが主にね。そうなんです、自分の型なんだけど右四つだったんですかね。もう一回見たいんですけど、なので自分の型だったら腰を前に出せばね投げは防げたんですけど、やはり反対だからそういう動きができなかったんですよね。もう今ね入ってますよね。ここ張り差しからいきました。張り差ししても全然ね動じなかったですね、琴恵光ね。これ上手ね、錦富士ちょっと一枚上手だったんで伸びてしまいましたよね。なので引きつけられなかったので、状態としては琴恵光の方が良かったですよね。2枚ぐらい取れてるでしょう。2枚ぐらい取れているので、琴恵光は右四つかな、好きなのが。そういう点では右の肘も張ってますし、錦富士の上手ね全部取って取り直したのも良かったんですけどね、ここですよね。ここのね、なんでここに出ちゃったのかなと。ここ出たらもうあと琴恵光としては上手投げしか方法ないので、あとは錦富士としては切り返しに行くのが一番です。さてこちら藤良賀です。今場所新入幕まだざんばらです。ご覧のようにまだちょんまげが言えないんですね。髪が伸びていないという。そういうことなんですね。忘れたのかと思っちゃいました。出世が早いので追いつかないですよね。飛び級みたいな感じ。
そうですね。非常に珍しいケースです。さあ軍配返りました。藤涼河と翔猿の一番です。初顔合わせ張っていきました翔猿、右覗きましたが一度離れます。叩き込み、藤涼河の勝ち。いや藤涼河新入幕ですが落ち着いた相撲を取りました。落ち着いてますね。状態が流れたところうまく右からいなしたんですかね。腰が上がって頭を下げているだけだったので、そこをうまく引き落としましたかね、藤涼河がね。ちょんまげってないけどもう何年も相撲取ってるような感じですよね。そうですね。嬉しい、ありがとうございます。はい。すみません、余計なこといえいえいえ、全くそんな余計なことが多い方が面白い放送になりますから。はい。最近乾燥してて体中が痒いんです。それでさっきから書いてたんですか。はい。そうですね。これ競技中乾燥してもつけられないですからね。みんな反則になっちゃうんで。ボディクリームとかつけちゃう。ダメなんです。さあ時間です。富士青雲と朝白龍。張っていきました朝白龍。左が覗いて富士青雲、もろ出しになりました。寄り切り、富士青雲の勝ち。富士青雲も藤涼河も落ち着いてますよね。じゃあちょっとタッチペイいきましょうか。はい。しっかり腰を落として相手を寄り切りました。いいですね、これ藤島部屋、時代が来るんじゃないですか。これね、まだ下にもいますよね、幕下にもね。そうですね。今場所2人が新入幕、今日揃って勝ちました。並びでっていうのがいいんです。時々立ってます。なので時間いっぱいじゃなく、その前でも立っていいんです。今立つ人がいないだけで、もうやる気満々だったらもうすぐ始めていいよっていうことなので。つまり自分たちの判断でってことですね。やめてるってことです。用意ドンの合図はありません。千代翔馬と獅司の対戦、過去は獅司の3対1です。少し動きました獅司、突っ張っていく千代翔馬、千代翔馬の突き押し、千代翔馬勝ちました。今日は突っ張っていきました千代翔馬。もろ手でいくような感じですかね。昨日はやっぱりね、千代翔馬ちょっと変化気味に左上手取ってるんで、それが相手がこううまくこうやって今日みたいに立ち合いどんどんついていくと、相手がって思う間にね、押し出されたり突き出されてるってことですよね。獅司が立ち合い少し左に動きましたか。電車道っていうふうに例える言うんですけど。やっぱああいうの決まると気持ちいいですか。気持ちいいですね。ただもう残られたら、もう回し取られたら負けるって気持ちが強いので、一直線に行ってやろうっていう気持ちが出た相撲だと思います。押し相撲を得意にしています豪ノ山です。金峰山もそうですからね。手が長いのでね、少しこう手が突き押しでいくんですけど、これが当たって流れるようにいくと面白い相撲を取りますよね。2人とも突き押し得意。過去の対戦は金峰山の2勝、豪ノ山の1勝です。さあ立ち合い、手をついて突っ張っていきますが、はずに押していきます豪ノ山、押し出しました。豪ノ山の勝ち。今日は右からのはず押し、引っ張らせないようにしましたよね。ちょっとスローを見てからアクションいっていいですかね。2人とも突き押し得意ですが、ちょっとこの押し方が違いました。それではスローで見ましょう。それではこの大阪場所というのは年に1回3月しかありませんから、大阪関西近辺の方はこの3月の大相撲を楽しみにしているわけです。インバウンドでね、海外の方もいらっしゃいますね。あそこお子さんなんかね。時疾風は今場所自己最高位です。東の9枚目。体は大きくないですが激しい相撲を取ります。立ち合いです。朝乃山が出ていく。攻め続ける朝乃山。
手を出して時疾風中に入って寄り切り、時疾風の勝ち。体はね大きくなるのに時計でねどうやって当たっていくのかなと思いましたけど、まあ押されましたがねうまく相撲を取ってましたよね、すくい投げでね。よく動きました。朝乃山今日得意の形に残さずにっていう感じですかね。やっぱ怪我した影響ですよね。ここ右差したかったんですかね、朝乃山。刺してね、ここも出たいんだけどこの足のやっぱり動きですよね。やっぱこれは見てる人も分かると思うけど、やっぱり怪我の影響があると思うんです。そういう、感覚ですね。まあ初日だとちょっと脂肪もついてるんですけど、だんだん15日間戦うんでね脂肪が落ちてきちゃうんで、まあ、いい体に見えるんですけど本人としてはもう少し目がいくという高橋成美さんです。さて土俵上は軍配が返りました。過去は玉鷲の1勝です。先に手を下ろしました朝紅龍。もろ手で行きました。引いた朝紅龍、左から押っつけ、左が入りました。投げを打つ、押して押し出しました。朝紅龍の勝ち。大阪出身の朝紅龍大歓声です。龍さんが倒れたとこはいろに、ね、足引っ掛けたのですかね。朝紅龍でいいんじゃないですか。すみません、行司さんの一応前に出やすくなったんじゃないですかね。すみません、行司さん見ちゃって俵で引っかかるんですよ。昨日も行司がぶつかるという場面がありました。やはり皆さん先ほどの高橋さんの反応に対する、そっか、これコメント欄もそうなんですよ、リアルタイムで来てんですよ。本当だ、不思議ちゃんだ、嬉しい。まあ色といえばね、嬉しい。茶色とかだとね食欲ありますよね。青は絶対にダメなんですよね。そう、青はダイエットの時に使ったりする青です。土俵時間です。さあ高橋成美さんの推し力士裏の取り組みどうでしょうか。立ち合い頭でいきました。裏右が入りました。体勢を入れ替える、ローガが出る、すくい投げ、裏の勝ち。右からすくいました裏。攻められたんですけどね、強引にねローガが行き過ぎましたよね。エディオンアリーナ、この大きな歓声です。まあ何が何でもローガはね前に出ていこうと昨日のような相撲ですかね、目指したんですけどしましたね、立ち合いも。頭でいきました。これです。手のつき方、高さ一緒ですね。状態も低かったですね。右差しました。昨日ね一発で持ってかれたんでね、裏もねそこは分かったんで、最後回し取ってましたね。こう戦っていくので、スケートリンクは四角ですよね。相撲の場合円なので、右から最後下手取っての下手投げでした。ちょっとローガン強引ですかね。裏が連敗を止める。ちっちゃいですよね、大きいのに。そうですね。残ると胸とか出してると小指が全部擦れてなくなっちゃうんで、体張って戦ってるんですね。コンタクトスポーツ、回しの締め方など本当にテーピングだったりとか個人差があります。さあそれでは軍配返りました幕内前半最後の取組、正代と欧勝海です。欧勝海今場所自己最高位、初顔合わせ。ゆっくり立ちました正代。右上手が速い欧勝海、一気に出る、寄り切りました。欧勝海の勝ち。上手はね狙ってたんじゃないかな、欧勝海。右上手早く立てば、正代の勢いがつく前に回しねこう取れると、どうしてかって正代は腰が高いので、でそれで早めに取ってこう首早く行こうっていう気持ちで顎を上げてますよね。正代はそういうことしないんですけど、
ね、ああいう状態だとわざと張ってくる隙ができるんですけど、そういう相撲を取らなくごていい。っつぁんです。さて後半ここからだんだん強い力士が登場してきます。番付上の力士が後に登場することになっています。はい。欧勝馬と一山本です。さあ土俵は時間です。軍配返っています。過去は一山本4勝、欧勝海は2勝です。押し相撲同士の対戦、中に入った一山本、右四つになりました。まわしを探る欧勝馬、一山本は左の上手、右の前回しを探ります。頭をつけたままの一山本、一山本の手首を握っています欧勝馬。欧勝馬は右を差してここからの攻めを狙います。右取れてないですかね。右は取れてますかね。下手取ってるように見えますね。欧勝馬です。一山本は左上手。昨日は2分を超える相撲もありましたが、この相撲も長くなりそうです。相手の出方を伺っているようです。欧勝馬の顎のあたりに頭を置いている一山本、出る、投げの打ち合い、軍配は欧勝馬。最後右から投げを打っていきました。最後は投げの打ち合いになりました。物がついてないですかね。そうですね。まあ、出方でしょうね。100勝いきましょうかね。はい。まあ、ポイントでした。もう一度見ましょう。上手取ってね、これやっぱりこう欧勝馬が右からこうね防ぐじゃないですか。なのでどちらかというと押していけないので一山本としてはこうやって上手を取りに行ったんですよね。あとここうまいですね。下手内側からね上にだんだん上がってきてるんですけど、もうくるぶしこれね、ふくらはぎのところから全部巻いてますね。足の裏にテーピングがあると感覚がだいぶ変わっちゃうんじゃないですか。そうですね。ただ足の裏の皮が剥がれるのでいつもはい、話聞いてるだけで、いやいや納得しました。あと割れたりするんですね。はい。そうすると超強力のボンドでくっつけたり、ボンドいけないんですけど時間がないのでくっつけたりします。さあ立ち合いです。おっといなした、送り出し、琴勝峰の勝ち。左の足が悪いので当たってきても右からいなしてますよね、琴勝峰が、水色の回しの力士が。で伯乃富士は左足が悪いので、いくら前出てもいなされると左に踏ん張れないので、ああいう形になってしまうんですよね。ですから琴勝峰の左からのいなしが決まりました。左が強かったのでいなしたと思うんですけどね。左からこう下に切るような感じでいなしてるんですよね。こう下こう切るようにするってことは脇が締まるので、後々の攻めが下からいけるようになる。で次のシーズンに向けてお金を稼がないといけないっていう、はい、まあかかるお金も衣装代だったりとか、いっぱいかかりますからね。もちろんスポンサーさんのサポートもとても助かっています。それもそういうこともしても大変ですか。場所ですね。アイスリンク代を貸し切ったり、リンクを貸し切るとなるとまたで長時間貸し切りますので、そこにお金がかかったり。なるほど。じゃあ金額は取り組みの後伺いましょう。立ち合いです。当たっていきました。左覗いています王鵬。左四つになりました。胸があって出ていく王鵬、すくい投げ、王鵬の勝ち。
は左から攻めました王鵬です。昨日は一発で持ってかれたんですけどね、はいじゃあここでタッチペンでいきましょうかね、はい、お願いします。やっぱり昨日の立ち合いの当たり負けしていたんでね、それを直してきましたよね、王鵬はね。まあ、青野勝もね、状態は良くないのでね、途中から出場してますんでね。今日勝って懸賞金を受け取ります。 30万円。はい。はい、どうぞスタートですね。当たり良かったですね、昨日当たり負けしてんで。今日勝って懸賞金を受け取ります。30万円。はい。当たった瞬間、パンと開くようにね、小さく大きく広がっていくっていう攻め方が相手にね、こうやはり威力をね、増すような動きをしてますよね。皆さん広背筋の発達が信じられないほど発達してますね。やっぱよく使うんですか？そうですね。あ、すみません。さあ、それでは立ち合いです。頭でいきました。踏み込んでいく吉野富士、押し出しました。吉野富士の勝ち。全く寄せつけませんでした。一方的な相撲、吉野富士。アクションいきましょうかね。中に入れませんでした。取り組みについて今アクションで解説をいただきました。この当たり方。あ、本当だ。4回ぐらい押してそのまま相手を土俵の外に持っていきました。1日1万歩で歩いたって喜んでちゃダメですね。そうですね。だから全然違いますから。体を動かすのはやっぱ好きなんですね。好きです。息が切れることに成長を感じます。もう、ね、あれからダメですね、清野さん。いや本当そうですね。若いってまた羨ましいですね。唯一すごい歩くってね、ディズニーランド行った時ぐらいですもんね。歩きますよね。あれ足が棒になりますよね。すいません、名前出してしまった。あ、時間いっぱいですね。はい。さあそれでは高橋さんも応援しているというこの若元春、負け越しは避けたいところ。軍配返りました。当たりました。左入りました。美ノ海が出る。小手投げ押し出しました。初日を出しました若元春。高橋さん、はい。勝ちましたよ。よかったー。嬉しいですね。美ノ海大丈夫ですか？さあ立ち合いも当たりました。当たってね、当たりは良くないんですよ。ちょっとこれ強引ですけどね、肘にちょうどね決まっていたんで、ちょっと美ノ海としては苦しい。左入ったんですけどね、でも、まあ、強引な小手投げ、そうですね、振りましたね。いいのかな、今日のクイズと一緒ですよね。してます。はい。で一人だけじゃなく部屋全体で頑張ってるんじゃないですかね。まあそういうことができるっていうのはね。関取がたくさんいます伊勢ヶ浜部屋です。泣いてるのかな。多分集中してると思います。はい。汗を拭いてるんでしょうね。このタオルで体を拭いたらもう制限時間いっぱいの合図なんですね。あ、そうなんですね。はい。さて若隆景、さっき勝った若元春の弟にあたります。1歳下の弟です。軍配返りました。過去2度の対戦いずれも若隆景勝っています。当たりました。右を差している若隆景、ただ腰が重たい熱海富士、出ていく、決める、小手投げ、熱海富士の勝ち。若隆景、腕は大丈夫でしょうか。かなり強い小手投げを食いました。残ったからね、ちょっと右の肘にね心配ですね。負担がかかったと思うんですけどね。場所前にこの右肘を痛めましてサポーターを巻いています。いやー、熱海富士は右強引かなと思ったんですけどね、この重たい自分の体を生かしました。ここは右差しに行ったのは早かった若隆景、でね、一枚回しに変えたんですよ。ここからの攻めがちょっとやはり若隆景遅いですよね。はい、でここで逆に熱海富士が前に出れるようになってしまいましたよね。ここが出るとこじゃないですよね。もう少し早く出た方が良かったですか。はい、もう本当に人それぞれですから。トントントンってやった。これ気合入ったんですか。もうルーティンですね。
明日からやりたい、今日からやろう、トントントン。まあ腹くくるんですね。高橋さんもなんかルーティンありました？でも私自身も前もものところをパンパンパンって叩いたりとか、自分にピンタしたり、あ緊張しすぎるとぼーっとしちゃう時があって、あ、はいそういう時に自分でパチンとしてはい、パッと着付けじゃないですけどほうやったりします。同じですね。はい。それでは制限時間いっぱいです。過去は高安9勝、霧島の12勝です。何度も対戦のある両者。右四つ、いや左が入りました。一度離れました。いなした霧島、左から攻める、左上手回り込んだ、左上手まだ離しません。高安右が覗いていますが、前回しはまだ取れない。取れたか、今取れました。霧島は左の上手、頭をつけています。霧島は頭をつけて左上手、高安は右の下手前回し、少しまだ距離があります。頭をつけた霧島、ここから出る、切り返し、重たい高安の腰、霧島はどう攻めるか。もう一度出る、右下手伸びています高安、前回しも探りたい霧島、右の前回しはどうでしょうか。出る、高安の体が伸びてきた、前回し手がかかりました。もろ差し、霧島もろ差しからすくい上げ、霧島の勝ち。熱戦でした。高橋が右から攻めましたかね。いつも左から当たっていくんですけどね、そういう風な動きの中でなってしまったのか、立ち合いどうですかね。ちょっと見たいですけど、いい相撲でしたよね、はい両者ね。いやー、一敗同士の対戦、勝ったのは霧島でした。状態としては左上手取って右下でも取ってる霧島が常に有利でしたよね。はい、ではもう一度見ましょう。右から当たって右から勝ち上げるのですぐ左が覗きました霧島です。左四つだから左で、有利なんですけどね、霧島はね、この形。ここで左上手早かったですね。早かったですね。はい、こう回り込もうとしたんですね、体回転して、はい、でも上手取れててもう動けなかったですね。なのでこう右下手で今、取ってはないんですけど、こういう形で残る感じですね、高安が。左から当たっていけなかったのかな、右からの作戦だったんですかね。それはもう知らされる紙が置いてあるっていうことですね。はい。千秋楽優勝決定戦になると、こう審判部が今座っている方たちが取り組み決めるので、はい。ちょっと何時間も待ってないといけないとかあるんですよね。公平に戦う取り組みを決めないといけない。さあ土俵は大関の青錦です。昨日敗れまして、この横綱昇進の可能性というのがかなりもう厳しくなってしまいました。今日の一番がですから非常に大事になります。突っ張っていきます。今日は突っ張り合い、隆の勝が押す、引いた、はたき込み、青錦連敗。何か気持ちが切れてしまったのか青錦、ね、当たり負けしないように青錦も頭下げていったんですけどね、そこからのまたせめぎ合いですよね。隆の勝ね、今場所突っ張りがいいですよね。はい、突っ張りによって青錦の状態をね上げましたよね。で無理にもこの突っ張られたくないっていう引き落としというね感じで、これねやっぱ立ち当たりいいからね、青錦のいつものスピードの当たりで当たってもね、隆の勝はね当たり負けしないんですよね。逆にこの突っ張りでね青錦の状態を上げているので、ちょっとね足は揃うんですけどね、青錦ね。こ
これまでなかなか状態起きなかった大起きなかったん西ですけど、ですけど起こされましたよね、え下に行こう下に行こうっていう風な感じでね相撲を取ってるんですけど、これ細分化されるとスピンの先生だったあーりジャンプの先生、結構スペシャリストがフィギュアスケートどんどん細分化されてますね。みんなが力を合わせてミーティングして作り上げます。もう本当に滑ってるのはスケーター1人ですが、まさにもう何人もの人のこの専門の結集された素晴らしいプログラムなんですね。総力戦ですね。はい、土俵時間です。大関琴櫻、昨日勝って連敗を止めました。過去は9対1、対戦成績ではリードしています琴櫻。当たりました、もろ出し、平戸海が出る、一気の攻め、寄り切りました、平戸海の勝ち。琴櫻敗れて4敗目。いや、早かった、平戸海の攻めです。めちゃくちゃ良かったですね、もう攻める間を与えませんでした平戸海。右を差してからもね重心を下げていくっていうね、大きい力士を残さないにもうもろ差しでしたよね。はい、ここも早い、もうあまりにも回しの位置が違いすぎますよね、どれだけ大関が腰高いかということでしょうね。琴櫻、昨日は勝ったんですが、これで4敗目、ちょっと今場所心配ですね。いや前半戦良くなかったですか、3連勝でスタートしたんですが、良かったんですけどね、ちょっと足につけてますね、横綱ね。はい、そういった細かいところの工夫も人それぞれやり方があります。まあ、呼び出さが短くこうねはい垂らしてましたよね。もうこうあうんの呼吸でみんな動いてるんで、立ち合いもあうんの呼吸で立つので、両者の息があったと同時にスタートなんで、これがすごいですよね。相撲はあうんの呼吸だったりお互いの息すごく大事ですよね。このスタートもそうですけそうですね。ど、あ、タオル使った。ほぼ同時に使うんですね。フィギュアスケートも本当にペアを組む相手の動きっていうのはもう自然と分かるっていうところありますもんね、呼吸が。ただそれはもう7年間一緒に過ごしてですから、一瞬のうちに相手と心を通わす相撲は素晴らしい力があると思います。確かにそこはフィギュアとは違うところですね。さあ、結びの一番を迎えました。過去は豊昇龍14勝、大栄翔は5勝です。対戦成績では圧倒しています横綱。勝って中日を締めくくることができるでしょうか。立ち合いです。突っ張り合い、大栄翔の押し、危ない、横綱捕まえて、突き落とし、大栄翔の勝ち。土俵際に落とし穴がありました。物言いはつかないですかね。物言いはありません。横綱敗れました。中日8日目、なんと2敗目を喫しました。左からの最後突き落としかな、右から強引に一テンポ置けばよかったんですけどね。決まり手、はたき込みを取りました。大栄翔捕まえたんですけども、連日ですね、昨日も王鵬を一気に持ってってるじゃないですか、その気持ちがあるんですよね。本当だったらちょっと一歩止まって右の下手を取るでもすればよかったんですけどね。立ち合い左から張りましたか、横綱。張ったんですけどね、大栄翔もよく見て突き放してましたよね。ここ回り込みましたね、よくね、大栄翔。豊昇龍渡し込んだんですかね。渡し込んだ感じですかね。左から入ってますけどね、全然微動だにせずいい位置いましたね、大栄翔もね。お兄ちゃん、豊昇龍は張ってから差しに行きたかったんですか。差してこう回しを取れないんですけど、多分突き押しがするんで取れないから、押さえつけようとしたんじゃないですか。でここからがちょっと強引でしたよね。足をすくってこう前に倒れていこうとしたんでしょうが、やはりちょっとそこは出るとこじゃなかったかなという感じですかね。まあよく大栄翔残りましたね。観戦ますます混沌としてまいりました。荒れる春ですね。高井さん、春の天気って結構安定しないじゃないですか。はい。
暖かくなったり寒くなったはい、り、大相撲も不思議とこの3月はですね、はい安定しないんですよ。そういうのがあるんですね。そういうのがあるんですね。情緒深い。日本の四季ともなんかこうリンクするところがありますね。はい。さて中日8日目、すべての取り組みが終わりました。ではこの後はですね、お兄ちゃんに今日の一番選んでいただきましょう。さらには今日ゲストでお越しになっています高橋成美さんにもです